エモンレポートへようこそ。今回は S 九州のプロテクティブコールとコールバックスプレッド戦略を比較。エモンお得意の実弾演習の反省会シリーズだね。実弾演習でコールバックスプレッド、シミュレーショントレードでプロテクティブコールをやっていくよ。2週連続でコールバックスプレッドやるなんて相当エモンハマってるね。エモンはバカの一つ覚えでうまくいった手筋を繰り返す習性があるよ。変な猫だな。猫ではないと何度。コールバックスプレッドのエントリーのタイミングや取り回し方はレベル197で超詳しく解説してるからよかったら見てね。プロテクティブコールの詳しい解説はレベル194の動画だよ。それではオプショントレードの現場の様子を詳しく見ていこう。コールバックスプレッド新規立て2024年7月9日火曜日14時20分。まずは冷やしチャートから。完全に上昇トレンドに復帰してるね。そうだね。こうなるともはやどこが天井になるか誰にもわからないよ。この時間の先物はプラス900円のプラス 2.2%。 朝一スタートダッシュでそのまま爆上げ。そうなんだよ。先週大きく動いたので今回は静かな S 九州になると思って油断してた。スマイルカーブはどうなってるの？スマイルカーブは見ての通り上げの全盛り。コール43000からの FOTM はまだハゲてるのね。油断してだいぶ出遅れたけどまだ間に合いそうだね。やるか。マジエモンポスト。このスマイルカーブの型を見たら耳のアンテナがピクッとするよ。 OP レベル上げ。ハイローバンドもハイライン抜けてすでに当倍まで走っちゃってるよって聞いちゃいないな。ということで先物水準よし、スマイルカーブよし、3対2の法則よし、コールバックスプレッドをエントリー。コール41500を413円でマイナス 0.5 枚、コール43000を12円でプラス10枚だね。いつものように SC の仕様でラージオプションの単位で解説するよ。スマイルキャッチャーの縦玉シート。少しデルタロング。そうだね。注文入れて組んでいるうちに少し傾いたみたい。このくらいなら影響はないのでこのままいくよ。ペイオフダイアグラム。セータマイナス 59.2、 日給マイナス 59,200 円か。うぎゃー。おいやめろ。セータは無視しろとあれほど。でもさ、エモンセータを無視しろって言うけど現実にはどうしても考えちゃうよ。この強烈なセータをまくってなお評価益を叩き出さないといけないんだからさ。しかも残存 2.78 日でどんどんへこんでこの満期線に向かってるんだよ。そこに飛び込むにはなかなかの勇気が必要だよ。それはポジションサイズが大きすぎるかもしれないね。せっかくミニオプションがあるんだから最初は最小サイズでいいんだよ。確かに S 九州のセータは強烈だ。セータを見て日和る気持ちはエモンにもよくわかる。でもこれ S 九州にしかできないネタなんだ。なぜ S 九州にしかできないのか。その理屈はレベル188の動画で詳しく解説した通りさ。 S 九州専業飯ネタ、ガンマトレード、ボラティリティトレードとオプション特性フルマックスのフルコンボのこの上ない後期だから利益を取りたいのならここは目をつぶって飛び込むしかない。実際にポジションを持つとくるくる変わる評価損益に困惑するかもしれないね。だからまずはシミュレーショントレードをしこたま繰り返しやってこの感覚をつかむのがいいと思うよ。感覚をつかんだらいよいよミニオプションの最小単位で実弾演習だ。わかった、頑張るよ。それにしても小さいのによくしゃべる猫だな。グリークスチャート。必要に応じて動画を止めてみてね。現在のオプションボード、実弾演習のコールバックスプレッドと同時にプロテクティブコールのシミュレーショントレードもやっていこう。縦玉はこんな感じだよ。コール43000を10円でプラス10枚、ミニ先物を41690でマイナス3枚。びっちりデルタニュートラルだね。比較しやすいようにコールバックスプレッドとプロテクティブコールで開玉は同じストライクの同じポジションサイズにしたよ。わかりやすい。ホールド7月10日水曜日23時35分。翌日のニューヨークタイムだね。あれから先物はじわじわとプラス550円ほど上昇してきた。ホールド中のコールバックスプレッドはいささか強引なエントリーだったので評価損益は一時毎点に沈んで苦しんだよ。やっぱ強引だったんじゃない？あそれにしてもすごい冷やしだね。これはとんでもない大相場だね。このじわじわ感の上げ方は完全に踏み上げ相場。そろそろ売りとか絶対 NG のやつだね。こんな大相場をみんなと共有できて嬉しいよ。経験するなら1年のなぎ相場より1週間の荒れ相場。エモンレポートの視聴者のみんなはとても勤勉だからそういう相場でどんどん吸収して経験値を上げてると思うんだよね。
コメントでみんなの戦果報告を見るのを今から楽しみにしてるよ。私も負けないように頑張るよ。さてニューヨークタイムに入ってエリスチャートによるとプラス 4% まで持っていたエリスは失速。これは上げの全盛りのピークは過ぎてしまったかもしれない。エモンのそれ一番当てにならないやつじゃん。っていうかすごい盛り方してるね。スマイルカーブはこのチャンネルでライブ配信してるから活用してね。評価益プラス14万6500円。やっぱりくるくる変わる評価損益に振り回されてメンタルつらいよ。でもこれが相場で飯食っている専業なのだから、そんなことをグズグズ言っていても仕方がない。そうだよ、いつもずぶとい神経してるくせに今更何を言うの。スマイルキャッチャーの縦玉シート。グリークスが超巨大化。コールバックスプレッドソセージと比較してみよう。デルタはプラス 0.89 だから先物ラージ1枚分のデルタロングだね。ガンマもプラス 0.33 でがっつり乗っかってるね。セータマイナス 319.88 って日当マイナス32万円。これはきついね。ベガは満期直前だからディケイしちゃってプラス 66.73。このポジションサイズにしてはあまり大きくはないけど、むしろ十分なベガロングだね。グリークスについては EP8 の動画で完全解説してるから後で見てね。ペイオフダイアグラム。断崖絶壁をクライミング中。こうなってしまうとコールバックスプレッドはもはや先物の上昇に支えられてるだけだから、いつ先物の上昇が止まって滑落するかわからないよ。この1日後のシミュレーション戦の感じだと、ここから一度滑落したら回復するのは難しそうだね。この断崖絶壁を登り返すのはかなりきつそうだね。さてこのじわじわの踏み上げ相場感だとこの後もう一段高もありえそうな感じもするけど、ここまででエモンのメンタルが持たず緊張の糸が切れてしまったよ。とりあえずこの上昇の波に乗せてコールバックスプレッドを降りよう。そうそう、プラス評価益なんだからどこで降りたっていいんだよ。グリークスチャート。必要に応じて動画を止めてみてね。現在のオプションボード。プロテクティブコールのシミュレーション結果は？ああそうだね、この後見ていこう。全返済完了。7月11日木曜日0時10分。コールバックスプレッド全返済完了。今回も良いトレードができたよ。プロテクティブコールのシミュレーション結果だよ。コールバックスプレッドの成績はプラス10万9000円。どちらが良いパフォーマンスだったかみんな予想してね。それじゃいくよ、せーの。プロテクティブコールはプラス17万7000円。プロテクティブコールのウィン。プロテクティブコールのペイオフダイアグラムだよ。みんなの予想は当たったかな？コメントで教えてね。ちょい待ち、まだ終わりじゃないぞみやび。追跡たられば2時間後。名残惜しく何やってるのエモン。っていうか先物4万2500円目前まで上げてるじゃん。追跡シミュレーションだ。そんなこと言ってももうポジション返しちゃってるんだから、今さら未練がましくたらればしてもしょうがないじゃない。もうどれどれ。ああオプションあるあるだけどたらればつらいよ。プラス60万円やっちゃってんね。ということで最後までご視聴ありがとうございました。